大怪獣イノゴン、食われる前に食ってやる。怪物は一体どうなってしまったのだろうか。それを今から説明しよう。目の前に現れたたけり狂った怪物に漁師たちは顔色を失ってしまったんだ。当然だよね、怖いもん。ではなぜ漁師たちは怪物を仕留めることができたのか。どうして怪物は突然倒れてしまったのだろうか。その答えは、やはり怪物も猪突猛進タイプで足元がおろそかになっていたらしく、なんとも間抜けなことにモグラの掘った穴に足を取られて盛大に転倒。自身の巨体で骨折し身動きできなくなった怪物はあっさり射殺されてしまったのだ。はっ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 は。切ないね。お姉さん、それで件どうなりましたん？大物藩が京都に竹売り物件を買わはった件はどうやら本当らしいどすわ。いやどすわ、そっちの件ではなくてイノシシの怪物の件どすああ、件どしたら。ユーマを仕留めるというのはなかなかのレアケース。普通なら貴重な標本としてユーマ学の発展に寄与できたところだが、残念ながら漁師たちにとってはユーマも単なる大物でしかないようで、哀れイノゴンは忘年会の目玉料理として獅子鍋にされてしまったのだ。とりあえず甘えて。実際にユーマが原住民に捕獲され食べられてしまったケースはなくはない。その場合証拠が残っていることはまずないが、イノゴンの場合は違った。阪神パーク。イノゴンの頭蓋骨は残っており、その噂を聞きつけた動物園を併設したテーマパーク、阪神パークが取り寄せ、兵庫大の教授が鑑定した結果、イノゴンと命名された。しかし、外資系の某テーマパークの開業により利用者が減少。2003年に阪神パークは閉館に追い込まれたのであった。イノゴンは当初は毛の抜けた老イノシシだと思われていたのだが、阪神パークの医長と兵庫大学により研究が進められた結果、鑑定により突然変異体と結論付けられた。野生のイノシシの中には巨大で凶暴な個体が稀に存在する。牙で人間を襲うこともあり、ベテランの猟師が死亡する事故も起きている。日本の山林にはイノゴンほどではないにしろ、全長1メートルを超える大イノシシは確かに存在するのだ。その例として2004年6月、アメリカジョージア州で捕獲されたホグジラはイノゴンを軽く凌駕していた。ホグジラは豚、ホグとゴジラの造語で、体長 2.4 メートル、体重360キロとあまりの大きさからそう名付けられた。しかも牙は10センチを超えており、その存在は限りなくユーマだ。正体は野生化した豚で、先祖返りを起こして凶暴化、養殖魚用の栄養価の高い飼料を盗み食いして大きくなったものと考えられた。つまりこうした後天的な原因によって未知の生物が誕生する可能性もあるのである。はい、皆さんいかがでしたか？イノゴン大きかったね。怖かったね。でも見た目がイノシシだったけど、正体は今でも不明なんです。はい、普通野生化すると毛が生えてきちゃってボーボーになるんですが、イノゴンの場合は逆でツルツルなんですよね。不思議だね。それでイノゴン忘年会で食べられちゃいましたね。かわいそうにね。美味しかったね。ところで阪神パーク潰れてしまいましたから、あなたイノゴンの頭骨、あれ行方不明なんですよ。ミステリアスですね。イノゴン今どこにいるんでしょうか。とっても会いたいですね。はい、もう時間来ました。それではまた次回。